ターイラストが描けるようになりたいのにリアルな人間の描き方を学ぶ必要なんてあるのと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、キャラクターの顔も基本的に人間の顔である限り、デフォルメの効いたキャラクターであったとしてもね、リアルな人間と構造的には同じなんですよね。例外はあるかもしれませんが、どんなキャラクターでも基本的には目が2つあって、鼻が1つ、口が1つ、耳が2つといった顔の構造に関しては変わらないですよね。じゃあリアルな人間とデフォルメの効いたキャラクターイラストの顔とでは何が違うのかと言いますと、おそらく顔の中のパーツの配置であるとか、あとは目の大きさや鼻の出っ張り方、口の大きさなんかが変わってくるだけで、構造的にはリアルな人間の顔と同じということが言えると思います。要するにキャラクターイラストっていうのはリアルな人間の顔の配置やパーツを絵として伝わりやすいように人それぞれアレンジしたものということになってくるわけなんですよね。顔の配置や目、鼻、口などの各パーツをどのようにデザインするのかという部分がキャラクターによって変わってくるだけで、基本的にはリアルな人間の顔が根本にあるということが言えると思います。ですので、キャラクターとしてデザインされた顔を描く前にね、まずはその根本となるリアルな人間の顔を学んで、顔を描くための基礎、土台作りをしっかり固めていくということが大切になってくると思います。ということで、まずこのチャプターでは、リアルな人間の骨の部分がどうなっているのか、その特徴と名称について学んでいきたいと思います。それでは、まずは人間の頭の部分の骨がどうなっているのかということですが、こちら頭の骨の模型となりますね。一般的には頭蓋骨と呼びますが、解剖学的には頭蓋骨というんですよね。口を開くときは顎の付け根を中心にこんな感じに開くわけですが、上顎と下顎では骨が別々に分かれているんですよね。ということで、まずは頭の形の基本を知るために、この頭蓋骨の特徴について詳しく観察していってみましょう。一度いろいろな角度でお見せしますので、動画を一時停止して、まずは自分でよく観察して気がついたことをノートに書き出してみてください。いろいろな角度でお見せしますのでね、角度が変わったら動画を一時停止して気がついたことをノートに書き出してみてください。そしてもう一度同じようにいろいろな角度でこの頭蓋骨を見ていきたいんですが、2回目に見るときは頭蓋骨の特徴に関して説明しながら見ていきたいと思います。まず1回目は自分でよく観察して気がついたことをノートに書き出してみてください。まずは正面からですね、一時停止してよく観察してみてください。そして側面ですね。こちらも一時停止して気がついたことをノートに書き出してみてください。そして後ろから見た頭蓋骨ですね。一時停止してよく観察してみてください。今度はもう一度側面を見てみましょう。反対側の側面ですね。左右でね、頭蓋骨の見え方が変わるということはないんですが、観察してみてください。そして今度は真上から見た時の頭蓋骨ですね。こちらも一時停止して観察してみてください。真上から見た時にどういう特徴があるかなど気がついたことあればね、ノートに書いてみてください。そして今度は斜め上から見た時の頭の見え方ですね。こんな角度で見た時にね、どういった風に見えるのか、どういう特徴があるのか気がついたことがあれば書いてみてください。そして次に横位置での斜めの角度ですね。こういった角度の場合、どういうことに気がつくでしょうか。こちらも一時停止してノートに書き出してみてください。そして最後に斜め下から見た時の頭蓋骨ですね。こちらも一時停止して気がついたことを書いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、いろいろな角度からこの頭蓋骨見てきたわけですが、今度はね、この頭蓋骨の特徴について解説を入れながらもう一度いろいろな角度で見ていってみましょう。ということで今度はね、書き込みながら解説できるようにちょっと写真を撮ったものを使わせていただきたいと思います。で、まずはじめに言っておきたいのは、こちらの骨、
ヨーロッパ系の人種の人の骨という形になってくるんですよね。人間の骨っていうのは人種によって形がかなり変わってくるんですけど、アニメで一般的に使われている骨格っていうのが、実はヨーロッパ系の人の骨格がベースになっているんですよね。アジア系の人とかね、アフリカ系の人だと、また骨格がちょっと変わってくるんですけど、一般的にアニメのキャラクターって日本人であっても、このヨーロッパ系の骨格が使われているんでね、今回はこちらのヨーロッパ系の人の頭蓋骨を使って骨の特徴を見ていきたいと思います。まずね、正面の特徴から見ていってみましょう。人間の頭の部分って正面から見るとね、結構縦長なんですよね。頭の一番出っ張っている部分の横幅がこれぐらいなのに対して、縦の長さっていうのはこれぐらいあるわけですね。ですので、縦横比でいくとね、こうやって長さを比べてみると、だいたい横幅1に対して縦が 1.25 ぐらいでしょうかね。これぐらいの縦長の比率になっているということがわかると思います。次に観察できる特徴として、先ほど下顎の骨は別パーツになっているというお話をしましたが、この横幅に対して脳頭蓋と呼ばれる頭の部分ですね、一番出っ張っているところがかなり広くなっていますよね。つまり頭の大きさに対して顎の横幅っていうのは意外と狭いということがね、分かっていただけるかと思います。あとは特徴としては、目の部分とね、鼻の部分、大きくくぼんでおりますが、ここは眼球が入る部分と鼻の穴の部分になるわけですね。こちら、鼻の穴の部分ね、かなり大きく広がっていますが、実際鼻の出っ張りの部分っていうのは軟骨でできていて、頭蓋骨がそのまま出っ張っているわけじゃないっていうことになるんですよね。これも一つの特徴だと思います。正面から見た時の特徴としては、こんな感じのことが言えるのではないでしょうか。それでは次に横から見た頭蓋骨の特徴を見ていきましょう。横から見た時の特徴として、まず目に入ってくるのが、頭が意外と後ろに長いということですね。横から見た時の頭の部分の縦横比っていうのは、実際人間の鼻っていうのはね、こんな感じで、軟骨が入っていて、口がこうあるわけですが、この鼻の頂点から頭の後ろの部分までと縦の長さっていうのが、だいたい1対1と言われているんですよね。実際この四角の枠をね、ちょっと回転させてみましょうか。こんな感じでね、横幅と縦幅、大体一緒っていう感じになるわけですね。これも一つね、特徴なんで覚えておいていただければと思います。そして次に特徴として、頭の部分ですね、意外とこんな感じのね、卵型の楕円形になってるなっていうのがね、わかると思います。人間の頭の部分ってね、まん丸なイメージの人もいるかもしれないんですけど、実は意外とね、奥に長い卵型になっているんですね。この卵型の部分を解剖学的には脳頭蓋といって、この下にある顔の部分の骨ですね。この部分を顔面頭蓋と言います。頭の骨っていうのはね、エリア分けすると大きくこの2つに分けることができるんですね。これは単純化して絵を描くときに非常に重要な分け方になってきますんで、ぜひ覚えておいてください。あとはね、先ほども言いましたが、人間の鼻っていうのは実際にこんな感じで出っ張っているわけですが、鼻の出っ張りの部分っていうのは硬い骨ではなく軟骨でできている別パーツになっているわけですね。ですので実際の頭蓋骨っていうのは鼻の部分はへこんだ形になっているというね、特徴が見て取れるかと思います。あとは口の部分ですね。鼻から口までこんな感じでまっすぐな骨になっていると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に口の部分っていうのはね、お椀型に出っ張っていて、顎の部分も人によるんですけどね、こんな感じで若干出っ張っているというのがね、一般的かと思います。もう一つ、首の話になってしまうんですけど、頭の骨は首の後ろ側ね、この部分までという感じになっているんですよね。ですので、首っていうのはここから来るわけですが、前面はね、顎の部分から首が出ている。つまりどういうことかと言いますと、横から見たとき、首の付け根っていうのは、後ろの部分と前の部分で高さがずれているということなんですよね。これも一つ覚えておいていただきたいと思います。そして次に後ろから見たところですね。前から見た時も説明したように、脳頭蓋と顎の骨の幅が違いますのでね、輪郭としてはこんな感じに見えてくると思います。
そして先ほど言ったように脳頭蓋の下の部分っていうのはここになりますのでね、ここから首が生えている、つまり首の付け根っていうのはここになるわけですね。この辺もポイントになってくるかと思います。そして次は真上から見たところとなります。真上から見た時に頭の一番出っ張っている部分っていうのはね、この辺になってくるんですね。そして前に向かって頭の幅がだんだんと狭くなるというのがね、特徴として挙げられるかと思います。あとはですね、先ほども言いましたが、頭の形がよくまん丸であると思っている人がいるんですが、今言ったようにね、後ろの一番出っ張っている部分から前に向かって幅が狭くなっていっているということで、頭の形っていうのは上から見た時にこんな感じで横の部分を切り落としたようなね、形になっているというのもね、一つ覚えておいていただければと思います。あとはですね、脳頭蓋の部分はこんな感じで丸い形になっているんですが、頬骨の部分がね、こんな感じで四角く前に出っ張っているというのもね、見て取れるかと思います。そしてこの頬骨と脳頭蓋の間にはね、隙間が空いているんですね。これも一つの特徴になってくるかと思います。で、あとはね、口の部分もこんな感じでね、お椀型に出っ張っているというのがね、上から見るとよくわかると思います。次は斜め上から見たところですね。この角度から見ると、この部分を境に影ができているのがわかると思いますが、ここの境目の線を側頭線と言うんですよね。この側頭線を境に、顔の前面と側面が分かれているということになります。そして目の部分を見てみると、目のくぼみの上の部分がね、こんな感じでちょっと出っ張っているのがわかると思います。その分、斜め上から見たとき、目のくぼみの部分がね、少し奥まって見えるのがわかると思います。そして頬骨の部分がね、こんな感じで出っ張っていて、口もこんな感じでお椀型に出っ張ってますよね。実際に人間の輪郭線っていうのはこうつながっていて、この部分はほっぺの部分で押すとへこむ柔らかい部分になるわけですね。次に横位置の斜めから見た場合ですね。この角度から見ると鼻の部分がね、こんな感じで出っ張っていて、奥の目がね、少し隠れているのがわかると思います。あとは先ほど言ったように頬骨がね、こんな感じで出っ張っているのがわかりますよね。そしてこの角度から見た場合、この部分が側頭線となって、顔の前面と側面はね、こんな感じで分かれているというのがね、わかると思います。あとはですね、上顎骨と呼ばれる上顎の部分の骨ですね。今青く塗っているこちら側の骨と、下顎骨と呼ばれる下顎の部分ですね。今緑で塗っている部分の骨。この2つの骨の間には、この赤い部分のようにね、隙間ができているというのもね、わかると思います。そして最後に斜め下から見たところですね。こうやって斜め下から見てみると、脳頭蓋の部分ですね、先ほど卵型だと言いましたが、かなり後ろに出っ張っているのが確認できるんじゃないかと思います。人間の頭っていうのは意外と後頭部が長いんですよね。もちろんこれは人によってくるんですが、アニメのキャラクターデザインだとね、意外と後頭部長めに撮るものが多いような気もしますね。そして下顎の部分ですね。顎の角の部分をね、こんな感じでつないであげると、顎の下の面っていうのはこんな感じの台形型になっているというのがね、確認できると思います。